皆さんいかがアクアを過ごしでしょうか。文系アクアリストのハテナです。はい、ということでですね、今回は高コスパの植物育成ライトのご紹介をしたいと思います。いや、またかよと。いやー、そうなんです。またなんです。前回は春デザインさんから GLX6K そして 4K のご紹介をいたしました。かなりコスパのいいライトでアクアリウムも工夫をすれば使えるということが分かりました。でちなみにあれからですね、この90センチ水槽で使うライトが手前のつくよみ、そして奥の GLX6K ということで2台体制に変えました。90センチで2台でもですね、かなりパワーのあるライトで、しかもつくよみはですね、このように水面から10センチちょっとという形でかなり近づけています。で水中の様子はこんな感じで、もうほとんどね苔がなくなりました。ヤマトヌマエビさん100匹の力っていうのがかなり大きいと思いますが、ライトもですね少し減らして、工夫をすることでこのように苔を取ることができました。はい、ということでこのように GLX とつくよみ2台体制で90センチ水槽の管理をしている状態なんですが、いやー私ね前回ご紹介してからですね、また新たなライトを見つけてしまったんです。で今回も植物育成ライトということで、私はですねアガベとか観葉植物も育てているんですが、メインはアクアリウムですので、アクアリウムでも使えそうなライトっていうのをね常々探しているんですよね。ライトばっかり増えても仕方がないんですが、その分ね植物とかを増やせば大丈夫という風に自分に言い聞かせてまた買ってしまいました。ということで今回購入したのがこちらのライトになります。ブリムさんからコスモ 20W ブラックそれとホワイトになります。はい、ということで2台購入しました。これはですねブラックとホワイトということで、言ってしまえば色温度が違う、そして見た目もですね、色温度が高い方がブラック、そして低い方がホワイトということで、2種類出ております。はい、ということでまずはスペックのご紹介をします。消費電力 20W、PPFD1057 マイクロモル、照度が65400ルクスで、炎色評価数が RA96 から 98.5、色温度がブラックの方が5800、そしてホワイトの方が4000ケルビンで、照射角度が60から120度ということで変更ができるということになります。で口径が E26、寿命が3万時間ということになります。でブリムさん素晴らしいのがホームページに PPFD の分布というものを出されているということになります。PPFD というのは光合成に必要な光の量を表したものになりまして、だいたいライトの中心点の PPFD の数値っていうのは出しているメーカー多いんですが、ブリムさんは中心点だけではなくてそこから外れたところの PPFD、少し距離があるところの PPFD も出しているというところが非常に素晴らしいことだと思います。はいと言いながら開封をしておりますが、皆さんこれどうでしょうか。この黒い方はですねなんとなくアマテラスに似ていますよね。そして今白い方、色温度が4000ケルビンの方を開封しておりますが、皆さんこちらご覧ください。いやーもうあれにそっくりですよね。正直この手のライトの見た目ってだいぶね似通ってくるとは思うんですが、にしてもそっくりですよね。これ大丈夫かなってちょっと心配になるレベルなんですが、放熱性能とかもねしっかりその辺も考えられているような作りになっているとは思います。でこのライト何が素晴らしいって実は3ウェイなんですよね。つくよみとかアマテラスをお持ちの方は慣れていると思うんですが、反射板を外したりすることができると、そのあたりはね同じなんです。はい、このように反射板を外して光をですね分散させることができます。でさらにもう一つ、この中央についている周光レンズを取り外すことができるんです。はいといろいろ語ってきましたが、実際に見ていきたいと思います。これですね床までの高さと LED チップの素子までですね、これが40センチの高さに設定しています。だいたい見え方はこんな感じですね。まずは周光レンズと反射板ありの普通のバージョンから計測していきたいと思います。使うのはこちらの照度計です。まずは中心点、高さ40センチからの計測でなんと73,600ルクスもあります。いやかなり明るいライトですよね。続いて中心から5センチ、これで51,800ルクス、まだまだ高いですね。お次は10センチ、
この距離で15500ルクスあります。まだまだ行きましょう。そして次が15センチ離れたところで計測すると4610ルクス、この辺でかなり下がってきましたね。お次は20センチ20センチで2208ルクス。もう少し行きます。25センチ、この距離だと1492ルクス。はい、最後に一応ね30センチも測っておきます。1111ルクスとなりました。予想通りと言いますか、かなりね中心付近は強い光が集まっているかなというふうに思います。続いては周光レンズを外した状態で見ていきたいと思います。いや、これがね私の中では大本命です。はい、ではまず同じく中心点から計測していきます。中心点で60700ルクス、やはり先ほどと比べると少し落ちましたね。続いて5センチ39400ルクスになりました。続いて10センチ13000ルクス、そして15センチ5538ルクスとここで逆転しました。続いて20センチ4410ルクス。はい、でそして25センチが3542ルクス。そして最後に30センチで2859ルクスとなりました。ちなみに40センチ付近でもですね、まだ1173ルクスとかありましたので、結構やっぱり広がっていますよね。はい、で最後に全部取り外したものになります。周光レンズと反射板も外した状態になります。それがこんな感じ。やはり和らいだ光になりますよね。では中心点です。9297ルクス。いや、めちゃくちゃ下がりましたね。ちょっとね、もうこの時点で私、いやもうね、いいかなと思ったんですが、一応すべて計測しました。いや、っていうのもですね、これ使い道正直ないかなってこの時点では思ってたんですよね。いや、ただね、これよくよく考えてみたら、いや、これ見てください。中心点が9297ルクスで30センチ離れたところでも3599ルクスということで、そんなにねめちゃくちゃ大きな差がないんですよね。もしかしたらアクアリウムで使うならば近づければこれね、もしかしたらこれもありかなと思いました。ちなみに表にまとめてみました。GLX、 これ広角レンズ付きのものですね。それとつくよみ、この、5点ですね、を表にしてみたものになります。注目すべき点はコスモライト、この通常バージョンですね、これの中心点が一番高いということで、かなり強いライトだということがわかるかと思います。太陽光でね、快晴の時に10万ルクスとかありますから、7万3600っていうのがいかに高い数値かがわかるかと思います。ただアクアリウムで使うとね、苔まみれになりますので、注目したいのは周光レンズを取ったバージョンですね。これでいきますと GLX と比べると中心点は依然として高いんですが、中心から20センチ以上離れたところでもコスモの方がね、結構まだルクスは高いんですよね。つくよみと比べてもコスモの方が基本的に高いということになっていますので、いやー、これね結構使えるんじゃないかなというふうに思っています。ただ中心点がね結構光が強いライトになりますので、そういう意味では少し高さを調節しないと苔が生えやすくなってしまうかなっていうふうに思います。そういう意味では反射板と周光ライトなしのバージョンがもしかしたらね、これ一番アクアリウムで使うっていう分には一番合ってるのかなっていうふうに思ったりもします。正直反射板がないので光が分散してちょっとねスペック的には出にくいということでもったいない気もするんですが、かなり水面に近づけて使うとこれもしかしたらいいかもしれないとちょっとね今思っています。では実際に水槽に当ててみたいと思います。こちらは前回ご紹介した GLX6K、水面までの高さが約30センチということになります。いや、これね本当に結構良くて、見た目的にもいい感じですよね。続いてコスモブラック、5800ケルビンの方ですね。これはですね通常の使い方ですので周光レンズと反射板ありです。いや、こうやって見てみるとやっぱりねちょっと中心にかなり強い光が当たりすぎているような気がしますね。多分このまま使うと苔まみれになるんじゃないかと思います。続いてが私の本命でした周光レンズなしバージョンです。
こうやってみると確かにね、さっきより広がっている感じがしますので、こっちの方がね、アクアリウムには使いやすいんじゃないかなというふうに思います。これだと GLX とそんなに大差はないような感じがしますよね。はい、でお次です。次は反射板と周光レンズ両方外しました。いやー、これさすがに暗いですよね。こうなることは明らかだったんですが、やはりちょっとこれね、水面までの高さがまあまあありますので、ここまで外すとちょっと暗い気がします。ということで4つ並べてみました。こうやって見ると結構違いがありますよね。GLX6K と比べてみると、やはり周光レンズなしバージョンが一番見た目的には近いかなっていうふうに思います。色温度的にも GLX6K とほぼほぼ変わらないかなというふうに思います。で、続いてはこちら、ホワイトの4000ケルビンになります。周光レンズと反射板つけた状態でやってるんですが、やっぱりこっちの方がね、かなり色的には赤が強いですよね。さあ、ここで禁断の比較です。こちらがコスモホワイト。そしてこちらがつくよみになります。さあ、違いが分かりますでしょうか。ちょっと並べてみます。はい、こうやって見てみると、コスモホワイトの方が明るいということになります。では続いてはこちらをご覧ください。皆さんどちらがつくよみかお分かりでしょうか。正直わからないでしょう。これね、つくよみ何台もお持ちの方でもおそらく見分けられないかと思います。はい、実は今先に手を取ったのが、私もねちょっと確認しながら見てるんですけど、先に手に取った方、こっちですね。こっちの方がコスモホワイトになります。重さも若干コスモホワイトの方が軽いような気はするんですが、もう見た目的にはほとんどわからないですよね。ということで、左がコスモ、右がつくよみということになります。こうやって LED のね素子を見ると、ちょっとつくよみの方が丸が大きいですよね。いやー、でもほぼ一緒ですね。はい、ということで今回は植物育成ライトコスモ、ブラックとホワイトをご紹介してきました。で、ちなみにお値段なんですが、こちらのコスモブラックとホワイト、それぞれ Amazon で4935円ということになります。こちらはですね、GLX が4770円ということで、若干あちらより高いということになります。ただ GLX は私広角レンズとか買ってますから、そういう意味ではこれね、買わなくてもこちらの方は 3way で使えますので、いやー、結構お得なんじゃないかなというふうに思います。で、アクアリウムでこの手のライトって使えると思うんですけど、ちょっとねやっぱり使い方的には難しいと思います。高さをうまく調整したりとか、反射板をつけるか取るとか、周光レンズつける外すとか、このあたり工夫をしないといけないので、若干難しくはあるかなというふうに思います。いや、とはいえ価格的には本当に魅力的なライトだと思いますので、正直アクアリウムのライト高いということで、皆さん困ってらっしゃるんじゃないかなと思いますので、うまくこういうのをね、使うことで費用を安く抑えるという工夫もできるかと思います。いや、でも本当に最近いいライトというか、コスパの高いライトがどんどん出てきますよね。特にね、この植物界っていうのはアクアリウムよりも当然市場が広いので、その分ね安いものっていうのが手に入るのかもしれませんね。そういった意味ではうまく工夫をしてこういうライトも使っていければいいのかなというふうに思います。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。